こんにちは。空き家再生の一人です。本日は70万円戸建て総集編ということで、修繕の様子をすべて公開させていただこうと思います。気合があれば一人でできるということで、一人でできるマンは何でも一人で DIY してしまうというコンセプトとなっております。お楽しみいただけたら幸いです。というわけで本日は DIY 総集編ということで、かなり長い時間になってしまったにもかかわらず、クリックして視聴してくださった皆さんありがとうございます。本日はですね、この物件を修繕していく様子をすべて、解説しながらお送りしようと思います。まずはこちらビフォーの状態ですね。草が生い茂っていて謎の穴も開いていますね。こちらの物件はですね70万円で購入したんですが、雨漏りがひどいという理由で買い付けが入らなかった物件ですね。こちらがメインの修繕箇所ですね。リビング、雨漏りがひどく内装材が剥がれてしまっていますね。もう手でめくれるような壁紙になってしまっていて、雨漏りの恐ろしさを感じますよね。こちらの和室は畳を残してリフォームしました。ちょっとビフォーの状態だと怖い感じしますよね。続いてキッチンですね。こちらは10年前に交換したようで、結構綺麗なキッチンでしたね。ただ換気扇はめちゃくちゃ汚れていたので交換しました。隣は洗面所ですね。こちらはかなり汚れてしまっていますね。このままですと女性の内見者が逃げ出してしまいますよね。奥へ進むとお風呂ですね。動画でこうして見ると綺麗に見えるかもしれませんが、実際にはタイルが汚れていたり、ひびが入っていたり、また浴槽は、艶が落ちてしまっていたので、浴槽は磨いて、タイル面にはパネル施工を行いました。こちらの物件はですね IH エコキュートがついていたので使えると良かったんですけど、残念ながら壊れてましたね。次はトイレですね。内見の時に見るのに一番緊張しますよね。こちらの物件はですね、汲み取りなんですけど、簡易水栓がついていた物件ですね。2階に上がりまして、2階にはお部屋が2つありますね。こちらは7畳のお部屋。こちらもおそらく10年前ぐらい、20年ぐらいかもしれないですが、洋室化していたので綺麗ですよね結構。こちらのベランダはですね雨漏りの原因になっていたので、雨漏りを改善するリフォームを行いました。こちらは2階のもう一部屋の6畳洋室ですね。もともと和室だったみたいなんですけど、こちらも洋室化してありましたね。最高です。こちらの物件はですね大型犬を屋内で飼われていて、すごいダメージがある箇所がありましたね。というわけで早速修繕を開始していきます。まずはですね草が生い茂っているところに、除草剤を撒いていきました。外構工事は最後に行うんですが、最初に除草剤を撒いておけば外構工事の頃には草が枯れてるんじゃないかなという作戦ですね。しかしこの後私は雑草の恐ろしさを思い知ることになりますね。なんと草が転生していたんですね。物件の修繕を始めるときにどこから手をつければいいか悩むことがあるかもしれません。もし雨漏りがあったらまずは最優先で直した方がいいですね。家がどんどん傷んでいってしまいますし、もし修繕しても雨漏りでまた汚れてしまいますよね。というわけでまずはリビングの天井からどこから雨が漏れているか確認作業ですね。こちらがリビングの天井の中ですね。天井の中はこんな感じなんですね。長期間雨が降ってないわけではないんですが、ひどい状態であったにもかかわらずそんなにジメジメしたり濡れているような箇所がなかったんですよね。なので局所的な雨漏りの可能性が考えられますよね。天井の中をくまなく捜索していると、雨漏りの原因を発見しましたね。こちらが雨染みといって、一度雨水を吸った木材に雨染みという模様がついてるんですね。で、雨染みの真上がこのバルコニーなんですね。そして大雨が降った翌日に見てみるとこんな感じになっていました。これはかなり可能性が高いということで、ベランダに当たりをつけて修繕していきます。結論から言って、このベランダの雨漏り原因を改善したところ、この物件の雨漏りは無事収まったんですよね。そのお話を物件の売買を仲介していただいた不動産屋さんにお話ししたところ、そんな原因もあるんだねと驚かれていましたね。これはディスではないんですが、不動産屋さんもわからないことはかなりたくさんありますよね。責任がありますし、建物に触れる機会があるので、一般の方よりも詳しいとは思いますが、建築のプロと当てにしてしまうとご迷惑をおかけしてしまうかもしれません。
なので内見の時にはですね、ご自身の目で、もしくは屋根屋さんなどですね、専門家の方と一緒に見られるといいと思います。私は安く修繕がしたいので、なるべく知識をつけてですね、またプロの方ほど観察力はないので、不動産屋さんに謝って納得いくまで調査をするようにしています。その代わり納得して購入しているので、絶対に文句を言わないようにしていますね。さあ、そう言っている間にベランダの詰まりは治りましたので、これでひどい雨漏りは防げますね。なんですが、この物件はですね、もう一箇所雨漏りポイントがあって、ここなんですよね。これはベランダの軒天でして、穴が開いてましたよね。そこはね、原因が雨漏りだったんですよね。こちらはですね、上の手すり部分から雨が漏れてました。一応ね、補修の跡があったみたいなんですけど、その補修もですね、ずいぶん前に行ったようで、そこからまた水が侵入してしまっていましたね。なので、こちらのリフォームを今からやっていきます。雨漏り以外の箇所も今後不具合が起きるといけないので、この手すりの傘部分をすべて施工しようと思います。まずはですね、グラインダーで古いコーキングや塗装をすべて剥がしていきます。ついでにね、この手すりの錆もグラインダーで落としていきます。鉄粉や塗料などの粉塵が出る作業なので、必ずマスクをして行いたいですね。健康に悪いからこういう作業はあんまりしたくないという声をたまに聞きますが、私の周りの塗装職人さんはなぜか皆さん長生きですね。書き落としが終わってクラックにコーキングをしたので、この後ですね、全天テープというものを貼っていきます。こちらはですね、サッシから雨が入らないようにするための防水テープで使ったりするものですね。こちらを貼り付けて、その上にモルタルを施工していこうと思います。こちらの防水テープはブチルゴムといって、普通の粘着テープだとくっつかない場所でも自己癒着性によって少しずつブチルゴムが流れていって、しっかり気密防水してくれるっていうイメージですね。世の中には便利な材料がたくさんありますよね。メーカーさんには頭が上がりません。こういった防水気密テープには両面と片面というものがあるんですが、今回私が使ったのはですね、片面タイプで、反対側が不織布になっているものですね。なので、この上にモルタルを施工することが可能です。私が調べた限りなんですが、このベランダのかさぎ部分はですね、金属製のものや樹脂製のかさぎをつけることもあるみたいですね。今回はモルタルで施工していくんですが、なぜモルタルを施工したかというと、一番自分にできそうだったからですね。やはり板金は難しいですし、樹脂製のパーツとなると、このサイズぴったりのものってなかなか探してもないんですよね。さあ、防水テープが貼り終わったので、モルタルを塗っていきます。まずはモルタル作りですね。先ほどの理由で、前回の物件でコンクリートが余っていたので、これを早く使い切りたいという思惑もありますね。というわけで、砂とセメントを混ぜて練り合わせていきます。このね、容器が微妙ですよね。この容器のチョイスはミスですね。こちらはラーメン屋さんなどにある寸胴みたいなやつなんですけど、縦に深いので混ぜるのが超大変です。個別動画の方でこの攪拌機についてコメントをいただきました。私のやり方は教科書通りというか、このセメントの裏側に書いてある方法で作っているんですけど、コメントしていただいた方はですね、まずはコンクリートだけを水で練って、その後砂を入れていくと楽に練れるよとおっしゃっていました。そんなやり方があるんですね。インターネットで調べても出てこないので、結構斬新なやり方な気がしますね。今度ぜひ一度試してみたいと思います。そんなやり方をまだ知らない頃の私は、水を少しずつ加えながら地道に混ぜていってますね。この空き家再生で DIY をやるにあたって結構モルタルを練る機会っていうのは多いんですよね。なので今モルタルを自動で練れる機械を Yahoo オークションで安く買えないかたまにチェックしてますね。もし入手できたら動画で公開したいと思います。さあ、というわけでモルタルが練り上がったので、早速モルタルでかさぎを作っていきます。こういったですね、モルタルを上に乗せていく作業は比較的簡単なんですね。壁面に塗る場合だとモルタルが下に落ちてしまって結構難しい作業なんですけどね。というわけで仕上がりがこちらですね。60点ぐらいですね。こちらは防水が目的なので目をつぶりましょう。この後手すりの接続部分や入り積み部分にコーキングをして塗装しました。モルタルは少し乾かしておいた方がいいような気がしたので、塗装は少し後にしましたね。
というわけで上からの雨が止まったので軒天部分を補修していきます。こちらはですね、軒天の上部分に、ベランダの足場の鉄板の、サビの粉ですね、鉄粉がたくさん積もっていて、めくるたびに雨のように降ってくるんですよね。それを避けながら作業していますね。こういった解体作業はですね、必ずマスクをつけて行った方がいいと思いますね。マスクをしてもちょっとね鼻をかむと、すいません、危うく汚い話をするところでした。解体作業が終わったので材料を買ってきました。こちらがベランダに使う、90ミリ角の柱ですね。こちらは屋内用の石膏ボード、あとは軒天に使う板ですね。というわけで早速作業場を作って、材料を刻んでいこうと思います。このね材料を加工するための準備をしている時って、次の段取りとかを一生懸命考えながらやっているんですよね。この時間が結構楽しいんですよね。まずはこの土台部分ですね。腐っている場所は取り外して交換してしまって、使えそうな場所は新しく木を1本追加して補強していきます。私の使っている丸ノコは廃工機のプロも使っている丸ノコなんですね。こちらがですね前回の物件から使っていて、お値段はね少し高くて3万2000円ぐらいするんですけど、もうこれを使うとね世界が変わりますね。思った通りまっすぐ切れるというか、それまで私はホームセンターで安く売っている丸ノコを使っていたんですけど、別の道具ですね。というわけで刻んだこの柱なんですが、もし万が一ね雨漏りがまた再発する可能性もあるので、防腐剤を塗布していきます。こちら水性クレオトップですね。一人でできるマン便利グッズコーナーということで、今から使うものはですね缶オープナーといって4キロ缶が簡単に開くアイテムになります。4キロ缶を最初に開けるときや塗料が固まってしまったときなど、すごく開けづらいなと感じたことはないですか？そんな時はですねこの缶オープナーを使えばあら不思議簡単に開くんですね。ぜひ購入して使ってみてください。100円ぐらいだったと思います。こういった木材を防水目的で塗るときはですね、木の小口部分、切断した面をしっかり塗ることをお勧めします。そこから一番水を吸いやすいんですね。何やら潜り込んで作業していますが、ここはですねちょっと奥まっているので撮影がうまくできなかったんですよね。今回総集編ということで、新しいマイクを買ってみたんですが、声質良くなってますかね。撮影機材も今後動画が見やすくなるように揃えていく予定ですので、何卒よろしくお願いします。この土台はベランダを支える重要なパーツなので、普通のドライバービスじゃなくて六角ボルトビスというもので固定しました。ドライバーのビスに比べて少し太くて頭が六角になっているのでトルクがかけやすいんですね。また入り組み部分に金具を取り付けて強度を補強しておきました。丁寧にやられる大工さんですとほぞ組みといって木と木が密着し合うような切り込みを入れるんですよね。木は収縮するのでどうしてもビスや金具だけでは木の収縮についていけないんですね。本場の大工さんは本当に尊敬しますね。私はこの体勢でほぞ組みを作る技術がまだないですね。修行です。せっかくノリノリで作業していたところ、突然大雨が降ってきてしまったんですね。とりあえずカバーをかけて屋内に避難です。こういった時はですね、雨が降っている物件の状態をチェックしてみたいですね。早速こんなところを見つけましたね。滝みたいになってますね。こちらはですね、雨どいが詰まっていて水が漏れ出していましたね。高圧洗浄機で詰まりを解決しておきました。この日は雨が止まなかったので違う作業をして、翌日の晴れた日にですね続きを続けていきます。土台を割って、今度は軒天の板を張る下地を作っていますね。小雨ぐらいなら作業はできないことはないんですが、このアルミの脚立はですね濡れると極端に滑りやすくなるので、なるべく違う作業をした方がいいですね。他にも、やることはおそらくたくさんありますからね。というわけで下地が完了したので、軒天を貼っていきます。今回はですねこちらのカラーコンパネを貼ってみようと思います。片面がウレタン塗装されたものですね。通常軒天ですとケーカル板などがよく使われると思いますが、今回はですねベランダの下で、水に濡れやすいんじゃないかなと思って塗装を入れる予定なんですね。なのでこちらはウレタン塗装済みですので、
こちらを中塗り代わりにして、1回塗りで仕上げてみたいと思います。なんですが、結果的に2回塗りでしたね。一度白を塗っただけだとこの黄色が透けてしまいましたね。白いカラーコンパネがあるとよかったんですけどね。白いカラーコンパネも存在するんですかね。この部分はベランダの排水の縦問いがあるので少し造作が必要な場所ですね。板を2枚に分割して片方ずつ丸い穴を開けて取り付けていきます。このカラーコンパネの継ぎ目や縦問いの周りはコーキングをして塗装しました。というわけでですね、雨漏りが解決したので屋内の工事に移っていきます。次はですね、浴室の工事ですね。こちらはですね、たくさんの方に見ていただいて本当に嬉しかったんですが、今回もですね、前回はあまり解説できなかった部分を中心に解説していこうと思います。このお風呂はですね、築45年ということで、このままでも、問題なく使えるは使えるんですが、見た目がね、あんまりかっこよくないですし、タイルのひび割れなどもね、どうしても築古感を醸し出してしまうので、アルミ複合板というパネルを貼って施工していこうと思います。天井はこのまま使えそうなので洗浄のみですね。まずはですね、このカビとタイルも汚れているとパネルの接着力が落ちてしまうので、高圧洗浄機で洗浄していきます。このやり方はですね、結論から言ってすごくおすすめですね。あんまりやっている方を見たことがないんですが、早くめちゃくちゃ綺麗になりますね。おそらくびしょ濡れになってしまうから皆さんやらないんだと思うんですが、服は着替えればいいですもんね。こすらなくてもほとんどの汚れが落ちてしまいますね。またしつこい汚れはハイターなどをつけて放置した後、この高圧洗浄機で洗浄するとすごい綺麗になりますね。もう私なら明日から使えるわって思っちゃうんですが、ただ家賃帯にもよるんですが、客付けではこういった古いお風呂は人気がないですね。特に女性のお客さんから不人気です。まず最初に浴槽を磨いていきます。こちらの浴槽はですね、内側は高圧洗浄でほとんど綺麗になったので、この浴槽のへりの部分ですね、あと横の少し帯みたいな部分、こちらを、このグラインダーを使って磨いていきます。このグラインダーにですね、取り付けるバフがあるんですね。グラインダーはシングルアクションといって一方向に動く性質なので、すごい研磨力が高くて、ステンレスも簡単に磨くことができます。もしひどい傷が多い場合はですね、ヤスリがけをしてから、このバフに移行するといいと思います。今回はですね、大きな傷はなかったので磨くのみですね。まずは、白棒という、中間の研磨剤を使って磨いていきます。私が持っているのは赤棒、白棒、青棒っていう3パターンのコンパウンドなんですね。こちらが、粒の細かさが違って、粗磨き用、中間、仕上げみたいな感じですね。この磨きの作業はですね、磨けば磨くほど綺麗になっていくので、こだわりが出てきてしまうんですね。ただ注意したいのがですね、このコンパウンドは結構飛び散るんですね。回転工具なので。なのでマスクを必ず着用して作業した方がいいですね。また、パネルを貼る前に行った方が私はいいと思います。飛び散ったコンパウンドがパネルについてしまうと、せっかく綺麗になったお風呂がまた汚れてしまうからですね。仕上げにですね、フェルトバフに交換して、青棒、仕上げ磨き用ですね、こちらのコンパウンドをつけて、さらに磨いていきます。動画ですとすごく綺麗に見えているような気がするんですが、実際見るとですね、磨いた後ヘアラインといって丸い筋のようなものがたくさん見えてる感じですね。この仕上げ用のコンパウンドをかけることによってヘアラインが、ほとんど気にならなくなるので、余裕のある方はやった方がいいと思いますね。さあ磨き終わりました。いい感じですね。ステンレスは磨けば光るので磨きがいがありますよね。いや、築45年には見えなくなりましたね。あとはパネルを貼っていけばすごく綺麗なお風呂になると思います。というわけでパネルを貼る準備が整いましたので、アルミ複合板をカットして貼り付けを行っていきます。アルミ複合板は、木よりも少し硬い素材のため丸ノコの刃が傷んでしまうんですね。なので木を切る用の丸ノコと刃を分けるといいですね。
そうすることで木を切る時の丸ノコの刃が傷むのを防ぐことができますね。私は今使った丸ノコを木材以外を切るようにして使い分けていますね。このアルミ複合板はサブロクといって182センチ ×91 センチなので、なるべくカットが少なくて済むように、まずはお風呂の全体を採寸して、どの長さの板を張るか最初に決めてしまった方が仕上がりもいいですし、使うパネルも少なくて済みますよね。カットが終わって仮り合わせが終わったら、パネルテープ、両面テープとコーキングをしっかり塗って貼り合わせをしていきます。この両面テープはですね、すごく粘着性が強いので、一度貼ると剥がれなくなってしまうんですよね。なので、取り付ける位置を慎重に、なるべくお風呂に印をつけておくと迷わずに済むと思いますね。位置が決まったら何点か押さえて、少し離れた箇所から見ると傾いてるかどうかがよくわかりますね。いい場所に取り付いたら、あとはですね、両手で叩くようにすると両面テープが浮いてる箇所がなくなって、またコーキングもしっかり壁にひっつくので剥がれづらくなりますね。この具合で1枚目が貼れたら、それに合わせてどんどんとパネルを貼っていきます。在来工法はですね、一つ一つ手作りというか、お風呂によって床の傾き具合だったり高さや、また天井も傾いていたりと、いろいろな形状があるんですよね。作られる大工さんによってまちまちなんですね。なので採寸の時はですね、どこがまっすぐなのか、またどこに勾配があるかなどを意識してパネルを切っていくと失敗が少なくなりますよね。こういった40年前ぐらいのお風呂は、どのような職人さんが在来工法のお風呂を作っていたんですかね。大工さんがやってたんですかね。今だとユニットバスという便利なアイテムがあるので、そちらも後々の動画で組み立てをご紹介していきたいなと思います。というわけで初日が終わって2日目ですね。前日は3時ぐらいからこのお風呂の作業に取り掛かったんですが、この日は朝一で現場に来ました。と言っても9時ぐらいなんですけどね。今日中にこのお風呂の施工を終わらせたいので、早速作業に取り掛かっていきます。あとはこの窓の造作と出入り口の小さいパネルのカットですね。そちらを進めていきます。このパネルとパネルの継ぎ目があえて隙間が空いているように見えるのはわざとなんですね。こちらはコーキングを後から入れていくので、あえて隙間を空けてるんですね。この隙間はだいたい3ミリから、大きくても5ミリぐらいにしておくと、後からコーキングがしやすいと思います。ちょうどいい大きさのアルミ複合板が余ったので、このお風呂の側面にも貼っていこうと思います。こちらはですね、磨いてもよかったんですが、なんか保護シールみたいなのが貼ってあって全然剥がれなかったんですよね。途中まで剥がそうと思ったんですが、心が折れてパネルを貼っていきます。保護シールのこともあって、またここは曲面なので多めにコーキングを入れてますね。ここに水が入っても下に流れるだけなので問題はないのかなと思いますけどね。さあ、パネルが貼り終わったのでコーキングをやっていきます。こちらがですね、先ほど言っていたパネル同士の溝ですね。まずはここにコーキングを入れていくんですね。まずここをやる理由はですね、このアルミ複合板に貼られている青いシートを養生代わりにしてしまおうという作戦ですね。こちらにコーキングをしっかり入れ込んで、ヘラで最後撫で上げて仕上げていきます。余ったコーキングは次の溝に入れていくと経済的ですね。このヘラはですね、コーキングを鳴らす用の柔らかい素材でできたヘラで、まっすぐコーキングを伸ばすときにすごく綺麗に仕上がりますね。指で撫でたような仕上がりになりますね。コーキングが仕上がったら、この青いフィルムを剥がしていくと、
すごく綺麗にまっすぐのコーキングになっているんですね。早くて綺麗にできて最高ですよね。 OK サインも出ました。さあこんな感じでどんどんコーキングを入れていきます。まずはこのパネル同士の隙間のコーキングを先行していきます。そうすることでこの青い養生をすべて剥がし終えられるので、それが終わってから入り墨部分をコーキングしていくんですね。入り墨部分をコーキングするときはですね、この青いシートがあるとシートに巻き込むような形でコーキングが入ってしまうので、かえってこのシートがない方がいいんですね。というわけで平場のコーキングが終わりました。いやー綺麗ですね。アルミ複合板のこの白さがお客さんを呼んできてくれるような気がしますよね。次はこの入り墨部分ですね。こちらはシートを外してコーキングを入れていきます。さあというわけでどんどん早送りでコーキングを入れていきます。入り墨のコーキングはですね、不安な場合はマスキングをして養生してからやってもいいんですけど、私は早く仕上げたいので養生なしで作業していきます。コーキングは職人芸というか手の感覚でする作業なので奥が深いとは思うんですけど、慣れてくればそこそこの仕上がりになるんじゃないかなと思います。パネルも白ですからね。というわけで仕上がりがこちらです。もちろんねプロにはかないませんが、全然ね気になるレベルではないですよね。コーキングが全て終わったので、あとはこの出墨部分ですね。このままではアルミ複合板で手を切ってしまったりすると危ないので、プラコーナーを取り付けていきます。こちらのプラコーナーはですね、ホームセンターとかに売ってますね。いろいろなサイズが出ているので、カバーしたい部分に合わせて寸法を決めるといいと思います。で、こちらを貼り付けるためにコーキングをたっぷり塗って貼り付けをしていきます。こんな感じですね。指でグッと押さえていくとコーキングが溢れ出てくるぐらいがちょうどいいような気がしますね。その方が隙間がないということなので、中に水が入るリスクが減るんじゃないかなと思います。私は少し少なかったのでコーキングを追加しました。また浴槽の部分もコーキングをしてプラコーナーを貼り付けました。これでパネル工法は完了で、あとは床の NS シートだけですね。なんとか今日中に作業が終わりそうですね。というわけで床のシートを貼るために掃除機をかけていきます。そしてシートを少し大きめに切って浴槽に持ち込みます。このままではカットの加工がしづらいので、少し大きめに鍵の手に切っておきます。以前コメントでその NS シート屋外用ですよとご指摘をいただいたことがあるんですが、浴室用の NS シートは高いんですよね。この NS シートも素足で使ってみましたが、十分滑りにくい素材ですし、また防カビタイプのようなので大丈夫なんじゃないかなと思って使っています。皆さんは浴槽専用のものを使ってくださいね。このお風呂は少し幅が大きめのお風呂だったので1820の NS シートを購入しました。このシートはですね、厚みがあって金べらで一生懸命押さえても浮いてしまうので、なかなか思ったところで切るのが難しいんですよね。なので少し大きめに切った後、数ミリずつ切り進めていくとピタッと収まりましたね。これは内装屋さんの YouTube 動画で見たので使えるテクニックだと思いますね。カットが終わったのでコーキングで貼り付けていきます。コーキングを配ったら櫛べらで伸ばして貼り付けていく感じですね。貼り付ける際はしっかり押さえておかないと後で浮いてきてしまうので、雑巾でギュッと押さえつけて貼り付けをしています。貼り終わったシートとパネルの間にコーキングを入れたら完成ですね。床のコーキングは黒いコーキングを使ってみました。こちらが完成写真です。もう新築ですよね。ユニットバスみたいですよね。
シャワー混合線はプロパンガス屋さんに取り付けてもらいました。鏡は取り外した洗面化粧台から拝借しました。面影ありますかね。ベランダの雨漏り工事が終わってからいろんなところに水をかけたり、また雨が降ったりしたんですが、あれ以来雨漏りはないみたいですね。雨漏りの修繕は成功していたようです。というわけで屋内の工事を行っていこうと思います。まずは解体作業ですね。こちらの雨漏りがひどかったリビングから手をつけていこうと思います。解体をする際はですね、ついね楽しくて壊しすぎちゃうんですが、作る時に絶望しないように最小限の解体で済ませたいですよね。これがなかなか難しいんですけどね。大体の内装は天井と壁を張った後、天井に回り縁という木が取り付けてあるんですね。なので作る順番と反対に回り縁から外していきます。部分的に内装リフォームするときはこの回り縁は触らないことが多いんですが、今回はですね、この天井に石膏ボードを貼っていく予定なので、その際に回り縁が邪魔になってしまうんですね。昔の洋室の天井はこういった薄ベニヤなどで仕上げてあるので、解体作業はとても簡単なんですね。というわけで雨漏りでダメになってしまった薄ベニヤ部分だけを解体しました。天井の中の構造はこんな感じですね。天井板の下地の野縁と野縁受けは雨漏りで傷んでなかったのでこのまま使えそうですね。ただ石膏ボードは重たいのでもう少し吊り木を増やしたいなと思いますよね。天井の吊り木が少ない状態で石膏ボードを貼ってしまうと天井が垂れてきたり最悪壊れてしまったりするので気をつけた方がいいですよね。ちなみに天井に使う 9.5mm の石膏ボードでも重さは1枚おおよそ 11kg あるそうですね。このリビングは8畳なので全て石膏ボードを貼ると 10kg 近くの重量になるんですね。というわけで吊り木の数を増やしたので石膏ボードを貼っていきますね。というわけで石膏ボードを天井に貼り付けていきます。この日はですね、妻に手伝ってもらって石膏ボードを貼っていきましたね。石膏ボードを天井に貼るのは結構大変な作業なので、こういう時人手があるとすごく助かりますよね。もし一人でできるマンをする場合ですと、天井の板を支えておくボードリフターという工具もあります。そちらを使えば一人で天井板を張ることも可能ですね。大きい板を4枚貼り付けたら、あとは刻みが必要な部分を4枚貼っていきます。こちらはですね、吊り木の数が心配だったのでマルチツールで穴を開けて覗いてみました。せっかく穴を開けたので吊り木を1本追加しておきましたね。動画で見ると簡単そうにつけているような雰囲気なんですが、これは結構ね首が疲れる作業なんですよね。ボードリフター欲しいですね。次天井を張るときはボードリフターを購入して貼ろうと思います。少しいびつな形で石膏ボードを切っているのはちょうどいい場所に野縁が来なかったのでビスが打てなくなってしまうんですよね。なので野縁がある場所まで石膏ボードをつなげる必要があるんですね。取り付けが終わったのであとはひたすらビスを打っていきます。ビスを打つときはですね、尺棒といって1尺と 1.5 尺のピッチで線を描いた棒を手に持ちながらビスを打っていくとちょうど野縁の位置にビスを打つことができますね。この天井のピッチは 1.5 尺だったのでだいたい 45.5 センチですね。今回はちょうどコンセントの穴がある場所から施工してみました。小さい穴を開けるときはマルチツールでカットして、縦や横に大きく切るときはカッターで施工しましたね。カッターで切ると石膏ボードはほとんど粉が出ないので掃除が楽になりますね。丸ノコで切ってもいいんですが部屋中が真っ白けになりますよね。私は暑がりなので
なるべくマスクをせず作業したいんですよね。標準語では真っ白けって言わないんですかね。ちょっとどこに住んでるかバレてしまいそうですね。この石膏ボード同士の継ぎ目は後でパテを入れたいので、斜めにカンナで切れ込みを入れてテーパーにしてパテが入る隙間を作る必要がありますね。ちょっとタイムラプスで早すぎて見えづらいんですが、パネル同士の隙間はカンナを使って斜めにしています。というわけで石膏ボードが貼り終わったので、パネル同士の隙間にパテを入れていこうと思います。まずはですね、私はこのような容器を用意して粉を入れて練り上げていますね。たくさん作るときはこの方が楽な気がしますね。この内装用のパテは乾燥時間が分かれているので、季節やまた急ぎ具合によって乾燥時間を変えるといいですよね。夏場のよく晴れた日なんかはめちゃくちゃ早く乾いていくので、広い面積をやるときは一番長い60分タイプ、一番長い60か30分タイプを使った方がいいと思います。また水が多すぎると痩せがひどいようなので、なるべく硬く練った方がいいんですが、硬すぎるとつけづらいので、ちょうどいい硬さで練り合わせたいですね。お察しの通り、私は目分量ですね。ちなみにこれは水を入れすぎていますね。そんな時は粉を追加すれば硬さを調整できますね。というわけでパテが練り上がりました。このままですと使いづらいので、このような板に移して使っていきます。この板はですね、破壊した壁の一部ですね。もう私はですね、その辺に転がっている廃材とか切りくずみたいなものを使うのが好きなんですよね。エコ人材一人でできるマンです。動画に映っているような柔らかいヘラを一つ持っておくと、こういった容器をさらえることができるので、とっても便利ですね。さらえるって皆さん使いますかね。これも方言なのかもしれません。というわけで出来上がったパテで繕いをしていきます。私の場合はですね、だいたい溝が2回、ビス穴は1回でまっすぐになるので、まずは溝から繕って、2回目に溝とビスを繕います。1回目のパテが乾く間に違う作業をしようということで、次はですね、キッチンの施工を行っていこうと思います。まずはこちらですね、めちゃくちゃ汚れてる換気扇を取り外して、もうこちらを交換してしまおうかなと思います。もうね、築40年ということで、油汚れで真っ黒になってますよね。動画で見ても真っ黒なのに、生で見るとえげつないですね。こちらを取り外して、壁面には浴槽の工事で余ったアルミ複合板を貼っていきます。こちらの物件は IH コンロなので、アルミ複合板でも問題ないかなとは思いますけど、ガスコンロの場合はキッチンパネルを貼った方がいいですね。キッチンパネル高いんですけどね。というわけでアルミ複合板を換気扇がつかない場所から切っていこうと思います。築古戸建ての修繕はですね、石膏ボードの場合もそうなんですが、家がまっすぐじゃないので傾きを計算して素材を切る必要がありますよね。まあ石膏ボードの場合は上に壁紙を貼るので大丈夫かなとは思いますが、このようなパネルの場合は貼って終わりなので、上下左右で寸法を測って傾きを計算してカットしていった方が綺麗に収まりますね。カットが終わりました。こちらのパネルはですね、傾きに合わせて少しだけ斜めに切ったので、慎重に仮合わせを行ってから貼り付けですね。パネル両面テープを貼って、コーキングを配ります。いいですね。ぴったり収まったみたいですね。あとは圧着して、貼り付けですね。次はですね、こちらの換気扇とコンセントがついている方なんですね。こちらは加工が複雑なので、木の板にですね、寸法を記入して、それをパネルに書き写してカットをしていきます。
これはもう私にしかわからない暗号ですね。こうして動画で見返しても意味がわかりませんね。暗号入りの木を手にパネルに先ほどの寸法を記入してカットしていきます。これね、注意点がありまして、せっかく書き写しても反対側に切ってしまったりするっていう悲しい失敗があるんですね。アルミ複合板は高いのでよく確認してからカットしてくださいね。動画のようにアルミ複合板はカッターで切ることも可能なんですね。四角い穴を抜くときなどは失敗が減るのでいいかもしれないですね。ですがめんどくさくなってしまったのでマルチツールを持ってきました。こちらの穴はマルチツールでカットしていきます。私はですね、最初の物件のお風呂にアルミ複合板を施工した時は全てカッターでカットしたんですね。今では丸のことをマルチツールで切ることを覚えてしまったので、人間楽を覚えるとなかなか戻れないですね。というわけで複雑なカットが終わったので、まずは仮り合わせですね。ぴったり切れているか確認してから両面テープとコーキングで貼り合わせをしていきます。少し傾きがありますがバッチリはまっていますね。OK も出ました。この後コーキングを塗って貼り付けしました。次はですね、換気扇を取り付けていきます。こちらはですね、下にビスを打つ穴があって、上はですね、壁に突っ張れるようなネジがついているので、両方をつけると壁に固定されて外れなくなる構造ですね。換気扇はですね、ハイターを使えば結構綺麗になることも多いんですが、買ってもですね、3500円とか4000円ぐらいなので、私はほとんどの場合交換してしまっていますね。空き家再生をやっていて綺麗な換気扇を見たことがないですね。台所の換気扇は汚れる場所だから仕方ないですよね。カバーを取り付けて下の油受け皿を取り付けたら完成ですね。たった2面ですがアルミ複合板で壁が白くなると綺麗になった感じがしますよね。早く壁紙を貼って部屋を真っ白にしたいですね。この物件のお隣さんはですね、私のリフォームの進捗が気になるようでちょくちょく覗きに来てくれるんですよね。大工さんですか、うちの家直してくださいなんて言われたこともあって、私は大工ではないので、私の知り合いの工務店を紹介してあげました。試しにコンセントを取り付けて動作テストをしました。バッチリ動いてますね。これでキッチンの換気扇周りは完了ですね。というわけでですね、下地の工事が完了したので本格的に内装工事に移っていきたいと思います。基本的にですね、表層リフォームは上から順番にやっていくといいですね。まずは天井、そして壁、最後に床っていう感じですね。へそ踊り、謎のへそ踊り知る、流行ってたんですかね。というわけでまずは塗料を作っていきます。こちらはカチオンシーラーといってアク止め効果のあるシーラーですね。築古戸建てはですね、タバコの煙やまた木の矢に、また汚れなどがたくさん天井に付着してるんですね。それを水性塗料でいきなり塗ってしまうとヤニが浮いてきてしまうんですね。なので、シーラーを塗ってまずこのシーラーで、汚れやアクを抑えていきます。油性塗料を使う場合ですとシーラーを塗らなくても、アクが出なかったりするんですが、水性塗料の方がね手軽に塗れますし、価格も少しだけ安いのでシーラーを塗る作業は必須になりますね。次はですね、シーラーの乾燥を待っている間にこちらの台所のタイルをですね塗装していこうと思います。
こちらはですね、普通にペンキを塗ってもすぐに剥がれてきてしまうので、プライマーに密着ロンを塗ってからペンキを塗っていこうと思います。本来はですね、密着ロンでもこのような釉薬がついたタイルには、塗装はできませんよと書いてはあるんですが、明らかに密着ロンを塗った方が長持ちするような気がしますね。ただ何年ぐらい持つかっていうのは正確にはわからないので、これから観察していこうと思います。そういった実験を行えるのも DIY の醍醐味ですよね。というわけでですね、塗料の密着性を少しでも上げるために洗剤を使って、サンダーで研磨しつつ油を抜いていきます。足付けと脱脂を同時に行っている感じですね。その作業が終わったらシンナーを使って最終的な脱脂を行っていきます。油が残っているとですね、塗料が乾かなかったり弾いてしまったり後から剥がれてきたりするので、この作業はしっかり行うといいですね。脱脂が終わったので密着ロンを塗装していきます。こちらの塗料はですね、無希釈、シンナーを入れずにそのまま塗っていく塗料ですね。このような容器に移し替えると塗りやすいですね。これは昨日飲んだコーラの下の部分ですね。ペットボトルはシンナーに強いので結構便利ですね。割と強めのアセトンとかを入れても溶けないのでペットボトル使えます。塗料を下にこぼさずに塗るコツはですね、なるべく下から上にハケを動かすということですね。特に塗料を吸ったばかりの、塗料をたっぷり吸った状態のハケは垂れてしまいやすいので、下から上の動きを意識すると全然垂れなくなると思います。というわけで、いよいよ白いペンキを塗っていきます。ノボクリーンということで、こちらはボロコダテファイターなら誰しも知っている塗料じゃないでしょうか。というのもですね、超安いんですよね。一斗缶で1万円以下なので、コスパ最強の白ペンキですね。こちらはですね、内装に使える塗料なんですが、艶消しタイプなので、下地の凸凹を拾いづらかったり、あらを隠せるので、すごくおすすめの塗料ですね。物件に遊びに来ていた娘がなんで水入れるのと聞いてきましたが、塗料はですね、そのまま塗った方が本来はいいんですが、塗りづらいというのと、あまり濃すぎるとはけ目が目立っちゃいますね。なので適正な濃さに薄めると塗りやすくなりますよね。ただ薄すぎると今度透けてしまうので、希釈具合は、その人の力量や天気によって調整するといいですよね。和室によくあるこの溝のある天井なんですが、塗装していくときにこの溝の中が濡れてないとなんか気になっちゃうんですよね。なので1度目の塗装でこの溝の中を白くしていきます。溝の中はですね、白くなっていればあんまり気にならないので一度塗りでいいと思いますね。隠蔽力といって、色のある塗料には下の素材の色を隠す能力というのがあるんですね。白は隠蔽力が低いので基本的には2度塗りする必要がありますね。白や黄色、赤などが隠蔽力が低い塗料ですね。白いペンキはね、内装が白くなって綺麗になるので使いたいんですけど、一度塗りで済ませたい場合だとグレーや、黒、そういった暗い色の方が隠蔽力が高いので一度塗りで済む可能性が高くなりますね。私はですね、塗るスピードに自信があるというのもあるんですが、とにかく内装は悩んだら白くするということで白を選んでおけば間違いないと思っているので、一度余分に塗る手間は増えるんですが白くしたくなっちゃうんですよね。こちらは1度目の塗装の様子なので少し色ムラがありますが、それでもですね、天井が白くなるだけですごく明るくなる雰囲気がないですかね。やっぱり白は正義なんですね。コメントでですね、タイルに密着ロンを使って塗装した場合どのぐらいの強度があるんですかというのがありました。結論から言うと養生テープぐらいだと剥がれないような塗膜になりますね。ガムテープはやばいかもしれないですね。こちらの折り上げ天井のかまちも白で塗る予定だったんですが、
ちょっとですねグレーを入れたくなったので、以前の物件で余ったこちらのグレーの塗料を塗っていこうと思います。ですがね、この塗料古かったので、今からね塗料をこしていこうと思います。皆さん塗料をこしたことってありますかね。ホームセンターに行けば用途のような形の塗料をこすものもあるんですが、このようにですね固まりかけた塗料をこすのはあれではなかなか難しいんですね。なのでこのようなメッシュ状の素材を使うと塗料をこすことができます。ちなみにこれは残地物のカーテンですね。何でも材料にしてしまいましょう。容器の上に広げたらそこに塗料を流し込んでいきます。この時もですねハケやパテの時にご紹介した柔らかいヘラなどを使ってなるべく残りがないようにかき出しましょう。少しでも足らなくて塗れない場合が悔しいですからね。注ぎ終わったら両端を持ってひねっていくと塗料をこすことができるんですね。こんな感じですね。少し口で説明するのが難しいんですが、何度か行うと仕組みが理解できると思います。この技を覚えておくとですね、あと少しだけなのに塗料が足りないっていう時に古い塗料をこして塗り上がったりするので、意外と重宝する技なんですよね。私はそういうことがよくありますね。材料は余裕を持って準備した方がいいんですけどね。こすとこんな感じですね。メッシュの粗さによって仕上がりは変わりますが、大きいゴミが取れるので綺麗な仕上がりになりますね。早速こした塗料を使ってこちらを塗っていきます。これはですねグレーなんですが、だいぶ白寄りの塗料なので、やはりこれもね透けてしまうんですよね。なのでこちらは2回塗りをして仕上げました。塗料はなんとかギリギリ足りましたね。というわけで天井の塗装が終わりましたので、次は壁紙の施工ですね。物件の印象がガラッと変わるのでテンション上がる施工なんですよね。こちらに積まれているのが壁紙ですね。今回は3種類の壁紙を用意しましたね。まずこちらですね。横縞と書いてあるのは横の柄が入っている壁紙なんですね。こちらの横筋にパテをしたくないので、これをごまかすためにですね横筋を貼っていきます。逆にこちらの縦の筋はですね縦模様の壁紙を貼っていきます。縦模様の壁紙はこちらですね。SP の2877ストライプって書いてありますね。次にですねこちらは石目模様の壁紙ですね。こちらはですね縦横どちら方向でも使える壁紙なので、重ね切りをしたくない和室の土壁などに使っていこうと思います。もう一つありましたね。こちらは木目調の壁紙で今回初めて購入したものになりますね。こちらはですね建具に貼っていってみようかなと思います。アクセントクロスのような感じですね。先ほどご紹介した壁紙は糊がついていないタイプの壁紙になりますね。なのでこちらの壁紙糊付け機を使って施工を行っていきます。こちらはですねヤフーオークションとかで中古で安く売っていたりするので、本格的にやりたい方はご購入されてはいかがでしょうか。壁紙を貼るためにいろいろな準備をしていきます。まずは糊作りですね。こちらは壁紙用の糊なんですが、原液なので水で希釈して使用しますね。希釈率はアミノール、今回アミノールを使うんですが、この箱に書いてありましたね。確か16リットルに対して12キロぐらいだった気がしますね。結構適当に希釈してますね。このアミノールなんですが、袋に残った糊を取り出すために一度こっちに水を入れて袋を振ってあげると糊が取り出せて経済的ですね。材料は無駄なく使いたいですよね。あとは水を入れて攪拌していきます。海苔の濃さに悩んだら濃いめにしといた方がいいかもしれないですね。薄めるのは簡単ですが濃くするのは難しいですからね。ちなみに壁紙を貼り終わって海苔が余ってしまって、次の物件まで数ヶ月経つと皮が張ったりゴミが混入したりするんですが、先ほどの塗料のこし方を覚えておくと再利用することができますね。おすすめです。海苔が出来上がったので壁紙のり付け機にひしゃくを使って海苔を入れていきます。濃さはこんな感じですね。
動画では少しわかりづらいかもしれませんが、まずは土壁の和室に貼っていくので、ちょっと濃いめにしてますね。この後少し薄めました。電源を入れるとローラーが回転して入れた糊を巻き上げてくれるんですね。ここに壁紙が乗って自動的に壁紙に糊をつけてくれるんですね。各所のつまみを回せば壁紙が出てくる速さやまた糊の濃さなどが調整できるので、下地に合わせて糊を多くしたりできるのがこの壁紙糊付け機の利点ですね。またモニターで長さを入れるとその長さ分だけ壁紙が出てきてくれるので、それを糊面と糊面で折りたたんでいって持ち運べるようにして施工箇所に持っていきます。本職の壁紙屋さんはですね、一物件丸々切ってしまって現場に持ち込むこともあるみたいですね。私の場合は物件に壁紙糊付け機を持ち込んでいるので、現場を測りながら数枚ずつ壁紙糊付け機から出して貼り付けをしていっていますね。というわけで壁紙を貼る準備が整ったので、どんどん壁紙を貼っていきます。まずはですね、和室の土壁ですね。こちらは糊を多めにして貼り付けをしていくので、糊の消費が激しいということもあって、まず最初に施工します。この壁紙は向きを気にせずに貼っていけるので、今動画で映っている上の方の横長の部分などに横向きにして貼ることができるので便利なんですね。土壁や砂壁に壁紙を直接貼るというのはプロの方はやらない施工だと思うんですが、糊を多めに貼って四隅にジョイントコークをしっかりつけておけば後から剥がれてきたことは今のところないのでいいんじゃないかなと思います。小が抜けてしまってポロポロ剥がれてくる場合などは一度剥がすか上に何かを貼ってから壁紙を貼った方がいいですね。助っ人登場ということで、今日も妻が物件に来て作業を手伝ってくれています。この横長の壁紙はですね、一人で貼ると結構難しいんですよね。縦ならいくらでも長く貼れるんですが、横の場合ですと最初に貼った部分が剥がれてきてしまうんですね。特に今回は土壁に貼っているので、貼り始めの部分を押さえといてもらうととっても施工しやすいですね。というわけで妻が手伝ってくれている間にこちらのリビングの天井も貼っていきます。天井を張る際もですね、1人より2人の方が圧倒的に作業効率がいいですね。天井も先ほどと同様に張り始めが剥がれてきやすいので、そこを押さえといてもらうと快適に施工できますね。たまに夫婦で作業するのはおすすめじゃないという方を見ますが、私は妻と作業するのは楽しいですね。確かにたまに倹約になったりすることもあるっちゃあるんですが、それもね、後からネタになりますからね。夫婦で DIY おすすめです。ここからは一人で天井の壁紙を貼っていきます。何事も最初が肝心ということで、このように長い壁紙を天井に貼っていくときは、最初がずれているとどんどん最後がずれてしまうんですね。なので最初の壁紙を水平に貼るように心がけて貼っていってますね。最初がまっすぐ貼れていればカッタも同然なんですが、ただ油断しているとですね、最初にせっかく貼った部分が剥がれてきてしまって天井の壁紙が全て剥がれ落ちてしまうことがありますね。なので左肘で壁紙が剥がれてこないように押さえながら、右手はハケを持って貼り進めていくイメージで進めていきます。うまく貼れたら重なった部分の壁紙を切って余計な糊を雑巾で拭き取ったら完成ですね。余談なんですが、20代の子と壁紙の話をしていた時に、最初に貼る体勢がイナバウアーのようだという話をしたら、イナバウアーって何ですかと言われました。ジェネレーションギャップは恐ろしいですね。というわけで次はキッチンですね。こちらも天井に壁紙を貼りたいので施工していきます。こちらのキッチンは6畳で、天井はもともとプリント合板のようなものが貼ってあったんですが、継ぎ目はね、そのまま処理せずに壁紙を貼ってますね。確かに継ぎ目は少し出てしまうんですが、天井なのでそんなに気にならないですね。気になる方はパテをした方がいいと思います。和室と天井に貼った石目調の壁紙を貼りたい箇所はもう終わったので、
ちょうどその余りでこのキッチンの壁を貼れそうだったので、続けてキッチンの壁を貼っていきます。この日はですね、昼頃から壁紙を貼り始めて、だいたい100メートルぐらいの壁紙が貼れましたね。壁紙2日目ということで、この日はストライプの壁紙に交換してリビングから施工していきます。というのもですね、このリビングは動画の右側の壁が縦筋が入った内装材が使ってあるんですよね。こちらにパテをせずに壁紙を貼っていきたいので、縦ストライプを使ってるんですね。この縦の筋はパテを埋める人が多いんですが、縦のストライプの壁紙を使えばほとんど気にならなくなるので、施工が早いですね。あとはこちらを貼ればリビングの壁は終わりですね。まずはですね、カットした壁紙を貼り付けていきます。この時ですね、上をきれいに合わせておくと1回分カットが少なく済むので早く施工できますね。この部屋は回り縁をつけるのでそんなに気にしなくてもいいんですけどね。貼り終わったらハケを持ってシワがないように壁紙を伸ばしていきます。シワを伸ばしたら左手に金べらを持って右手にカッターを持って金べらでしっかり押さえながらカッターで切っていきます。カッターはですね、壁紙用の刃が薄いものを使うと合わせ切りが目立たなくなるので、私はそちらを使ってますね。で、注意したいのがですね、糊が違う箇所についてしまった場合、しっかり拭き取っておかないと後から横変してしまうんですね。黄色くなってしまうんですよね。これが意外としっかり拭かないと拭き残しが後から分かったりするので、雑巾はこまめに交換しながら糊を拭き取っていくといいですね。隣の壁紙を貼ったら合わせ切りですね。こちらも金べらとカッターを使って切っていきます。この時はですね、2枚分の壁紙を切る必要があるので、少しだけ力を入れて切っていくといいですね。またカッターの角度も少し寝かせ気味にした方が壁紙がよれてくることが少ないですね。切り終わったらですね、重なっている下の壁紙を外して切った継ぎ目をぴったり合わせます。最後にローラーをかけて圧着します。このローラーはですね、糊を均等にならす効果があるみたいで、乾燥した後に継ぎ目が開いてくるのを防げるみたいですよね。1階が終わったので2階に移動して壁紙を貼っていきます。こちらもですね、縦筋のプリント合板が貼ってあるので、縦ストライプの壁紙ですね。今日中にこの縦ストライプを終わらせようという目標で頑張ってますね。だんだん日も暮れてきて、暗い中、部屋がどんどん白くなって、部屋は明るくなってますよね。壁紙の威力はすごいですよね。というわけでこちらですね、壁紙が貼り終わった部屋ですね。いや、随分明るくなりましたよね。壁紙が白いと部屋が明るくなるので、多分それで築古感がなくなるんですよね。少しこの合板部分に跡が残っていますね。これはプリント合板の溝ではなくて、板と板の継ぎ目なので、こういう場所はですね、しっかり釘を打ってフリック調整をしておくと仕上がりが良くなりますよね。反省ですね。キッチンもとっても明るくなりましたね。天井の筋も全然気にならないですよね。こちらは2階の隣の部屋なんですが、こちらも壁紙を貼りました。当初はね、貼る予定がなかったんですが、壁紙の残り具合で貼ることを決めました。ね、これだけ雰囲気が変わるので、つい壁紙を貼ってしまうんですね。というわけで、今日はこの横に筋があるタイプのプリント合板の部分に、こちらですね、レンガ調の横に模様のある壁紙を貼っていきます。縦の筋がストライプで隠せるなら、横の筋はこれで隠せるんじゃないかという仮説のもと壁紙を貼っていくので、仕上がりが楽しみですよね。まずはこの階段を貼っていってますね。今回の物件はですね、脚立を一つかけるだけでなんとか全ての場所に手が届きそうだったので、足場はかけませんでした。足場をかけてもいいんですが、足場をかける場合は足場がある状態で上だけを貼った後、足場を外して下の方を貼るという少しだけ手間が増えてしまうので、今回はそのままいけそうということで
脚立のみで作業しました。このレンガ調の壁紙なんですが、動画で見ての通り、横の筋が全く気にならないんですね。デザイン以外にも壁紙の柄にこだわることによって早く施工できたりするので、今後もいろいろな壁紙を試していきたいなと思いますよね。ちなみにですね、このように柄のある壁紙は合わせ切りが少し難しくて、本来は柄をしっかり合わせる必要があるんですね。ただ私はもうそれを気にせずに今回作業しているんですが、柄が細かいせいか継ぎ目もほとんど気にならないですね。縦ストライプの壁紙は合わせ切りした時に継ぎ目が分かりにくいので、施工性は縦ストライプの方が高いですね。また厚みのある壁紙も合わせ切りをした時に継ぎ目が目立ちにくいので、そちらもおすすめって言われてますよね。この間不動産メディアからご取材をいただいた時に、初心者におすすめの DIY は何ですかと聞かれました。私はですね、圧倒的にこの壁紙をおすすめしますね。理由はですね、壁紙は面積が大きいので、壁紙を貼るだけで物件の印象は大きく変わりますね。特に白い壁紙を使えば物件の明るさがアップするので、慣れないうちは少し難しいかもしれませんが、慣れてしまえばとても楽しく効果的な作業なので、私は壁紙 DIY をお勧めしたいですね。私も初めは自信がなかったので、まずはのり付きの壁紙を購入してみて、自宅のトイレを試しに張り替えてみたんですね。そしたらですね、意外と自分でもできるなと思いましたし、とても効果的だなと思ったので、この DIY に取り入れたという経緯がありますね。というわけで今日は壁紙4日目の朝ですね。物件の壁の壁紙はこれで全て終わりました。もうね、眩しい白で新築ですよね。とても物件が明るくなりましたね。天井の白塗装もとてもいい感じですね。今指で触っているあたりが壁紙の継ぎ目ですね。柄を無視して合わせ切りをしていったので、よく見ると柄がずれていますが、まあ合格としましょう。本日壁紙4日目の作業はですね、こちらの木目調の壁紙を建具に貼っていきたいんですよね。こちらがその建具ですね。この建具はですね、前の売り主さんが大型犬を飼っていた影響でだいぶ傷んでるんですね。交換するという手段もあるんですが、建具はね、意外と購入すると高くついてしまうので、この程度であれば補修していこうと思います。補修方法はですね、傷んだ木の部分に違う新しい木を入れて、それをカンナで調整した後塗装するっていう直し方ですね。はめ込みたい木の大きさに建具のかまちを削っていきます。ノコギリである程度切り込みを入れたら、あとはのみで削っていきます。これもですね、なるべく平らな方がいいですが、最終的には見えない箇所なので、ある程度でいいですね。この私が使っているのみなんですが、ヤフーオークションで辞められた大工さんからまとめて購入したものなんですよね。すごいお値打ちでしたし、ホームセンターで買ってくるのみより切れ味が落ちにくいので、すごく重宝してますね。切り込みが終わったら新しい木をはめ込んでいきます。今回はですね、急いで切っていきたかったので瞬間接着剤を使っていますね。瞬間接着剤は後から外れる可能性が少しあるので、できればボンドやエボキシなどで貼り付けた方が本当はいいですね。新しい木を取り付けて接着剤が乾燥したら、この新しく取り付けた木をですね、カンナを使ってまっすぐに削っていきます。この補修方法はですね、最終的には塗装で仕上げるのがおすすめですね。古い建具の木材、古材と
新しく取り付けた木材の新材では色味がどうしても合わないんですね。古い木はどうしても少しくすんでいるというか黒っぽくなっているので、新しい木は白いですよね。なのでどうしても色が合わないので、最終的には塗装で調整するのがおすすめですね。カンナで高さを揃えたら、最後は全体にサンダー掛けをします。この建具は塗装を行うので180番ぐらいですね。角の高さをサンダーを通して揃えておくと仕上がりが綺麗に見えますね。判断に悩む部分かもしれないですが、この建具はですね、腐っているわけでもないし、虫が食っているわけでもないんですね。機能的には問題ないんですが、見た目の問題なんですね。こういうものはですね、やっぱり直し出すとキリがないので、なるべく最小限の修繕で商品化したいですよね。建具の生地直しが終わったので、塗装を行った後、壁紙を貼っていきます。この物件は15枚ほどの建具があったので、すべてこの木目調の壁紙を貼ってみました。私は物件をリフォームする際は無難なデザインを心がけていて、ほとんど白のクロスを貼るんですが、今回ですね、初めてこの木目調クロスを使ってみて思ったのは、いい意味でそんなに目立たないのでシンプルデザインを守れるという点ですね。また白い壁紙に比べて汚れが目立ちにくいので、どうしても手を触れやすい建具にとても向いてる壁紙なんじゃないかなと思いますね。引き戸などの簡単に取り外せる建具はこのように寝かして作業すると楽ですね。この建具はですね、両サイドにかまちがあるんですが、上下は角まで壁紙を貼らないといけないんですね。その場合はですね、まっすぐ切るのが難しいので、この動画のように定規を当ててカットすると綺麗に仕上がりましたね。今行っている作業は建具の取っ手部分なんですが、本来はね、ここは取り外して壁紙を貼ってまた後からつけるっていうのが正しいやり方だと思うんですが、時間短縮のために貼った後に、竹べらで跡をつけて壁紙を切るカッターで切っていきますね。慣れれば結構綺麗に仕上がるんですよね。もし大きめに切ったりして失敗してしまったとしても、ジョイントコークである程度直せるので、そんなに心配しなくていいんじゃないかなと思いますね。両サイドのかまちもあまり段差がなくてですね、金べらがうまく当てられないので、定規である程度間隔を決めてカットしました。少し隙間ができてしまっても、まっすぐ切れているだけで綺麗に見えるというのと、隙間が空いてしまっても最終的にはジョイントコークをするので、そんなに気にしなくていいですよね。最後に周りについてしまった糊を拭き取って完成ですね。この手順で他の建具もどんどん壁紙を貼っていきます。タイムラプスで少し見づらいかもしれませんが、壁紙を貼った後にこのように壁紙用のコーキングを入れておくことで仕上がりが綺麗にできるというのと、後から剥がれてくるリスクを少し下げることができますね。プロの壁紙屋さんに怒られてしまいそうですが、私はですね、後でジョイントコークすれば治るかなと思ってスピード重視で作業してますね。というわけで壁紙が全て貼り終わりましたね。いやー、めちゃくちゃ綺麗になりましたよね。もうこのまま貸せてしまいそうですね。ですがまだ少し作業が残っているので、そちらを続けていきます。続きはですね、このトイレと先ほど映っていた洗面台ですね、そちらにクッションフロアを貼っていこうと思います。こちら洗面台ですね。こちらは元のクッションフロアを剥がした状態ですね。洗濯機のトラップの立て付けが悪かったので補強してあります。というわけで
というわけで早速クッションフロアの準備をしていきます。まずはトイレ用のクッションフロアですね。こちらモルタル調の柄の、CF9567 という商品ですね。こんな感じの柄ですね。無機質でちょっと光沢があって、私はとてもこれを気に入っているので、毎回トイレにはこのシートを貼っていますね。続いてこちらですね。アッシュの木目調のクッションフロアということで、こちらは洗面所と、2階の6畳用室に貼っていこうと思います。こちらはですね、商品名が、CF9504 という商品ですね。私はクッションフロアはインターネットでリスタさんから買っているんですが、ビズゼロ便といって条件を満たせば送料が無料になるのですごく安く買えますね。確かメートルで1300円ぐらいだったかなと思います。まずはトイレの方から施工していきます。基本的にはですね、浴室に貼ったシートと手順は同じですね。少し大きめに切ってお部屋に持ち込んで現地合わせでカットを進めていきます。ただですね、浴室に貼った NS シートより普通のクッションフロアのが厚みが半分ぐらいなので、カットはこちらの方が随分しやすいですね。クッションフロアは幅が182センチで、大体のトイレはですね、奥行きが182以下なので、トイレの横幅ですよね。大体このトイレだと1メートルぐらいで切って持ち込んだ後、微調整で切るって感じですね。これがですね、木目調の場合だと、木目が横向きになってしまって、ちょっと違和感があるので、そういった意味も含めて、このモルタル調を使ってますね。今回は便器を交換してしまうので、まずは排水芯の部分からシートを切っていきます。便器をつけた状態でもクッションフロアを張り替えることはできるんですが、少し難しくなりますよね。こういった排水芯の部分などを丸く切り抜くときは、上下左右十字に切った後、今度は斜めにバッテンにカッターを入れて、8等分のピザのような形にしてから、少しずつ丸く切っていくと綺麗に切れますね。見えなくなる場所なんですけどね。次は部屋の隅の部分を切っていきます。金べらを押し当ててカッターでカットする感じですね。まっすぐ切るところはですね、クッションフロアカッターという自動的にまっすぐ綺麗に切ってくれる工具もあるので、そちらを使うと早く綺麗に切れますね。ちなみに私はこの日コーナーカッターを忘れてきております。カットが終わったので貼り付けをしていきます。こちらは便利ダイン FL というクッションフロアを貼り付ける用のゴム系の接着剤ですね。今はほとんどこの接着剤が使われているんじゃないですかね。まずは床に容器から直接接着剤をぶちまけます。それをですね、この櫛ベラという、ボンドを配る用のヘラですね。こちらのヘラで、配っていきます。このヘラはですね、形状がギザギザになっているので、ヘラを立てた状態でまっすぐ引っ張ると、ギザギザの山の部分のところだけボンドが残ってくれるので、どなたでもちょうどいい量のボンドを配れるという発明品ですよね、これ。こちらを使って、ボンドを広げていきます。角までね、丁寧にやらないと、後でついてないところがあると剥がれてくると嫌ですよね。ちなみにですね、今回はこのタイルそのままクッションフロアボンドを広げていますが、これはあまりおすすめのやり方ではないので、一度床用のパテかモルタルなので床をまっすぐにしてからクッションフロアを貼った方がいいですね。今回も貼った直後は良かったんですが、後から少しこの下の、丸い模様が出てきてしまっていたので、次回からは床をフラットにしてから貼ろうかなと思っています。この作業も慣れるまではどのぐらいボンドを床に落とせばいいのか、なかなか見当がつかない作業ですよね。少なすぎると効率が悪いですし、多すぎると余ってしまうんですよね。でも慣れるまでは余ってしまったのは、回収すればいいので少し多めに配って、なるべくボンドがなくて密着が落ちてしまう部分を減らしたいですよね。
ボンドを広げ終わった後にボンドが残ってしまっていると、その部分だけ膨らんでしまうので、余計なボンドは元の容器に戻した方がいいですよね。この便利ダインは微妙な粘土なので、ヘラですくうのもちょっと難しいんですよね。余分なボンドを回収したら貼り付けをしていきます。私は普段クッションフロアを貼るときは壁紙を使った時に出る壁紙の芯がちょうどいい硬さなので、そちらでローラー掛けみたいにして圧着しているんですが、先ほどのようなトイレは狭いというのと勾配があるので芯では押さえつけられないんですね。そういう時はですね、雑巾を使って圧着をしています。今やっているのは洗面所なんですが、このぐらい広い部屋の方がクッションフロアは貼りやすいですし、圧着もしやすいですよね。あとはこちらですね。2階の6畳洋室ですね。こちらもクッションフロアを貼っていかないといけないですね。ちなみにですね、こちらはフローリング塗装を行ったんですが、なんと失敗してしまいまして、もうクッションフロアを貼ってごまかしてしまおうという作戦ですね。この部屋以外のフローリングはうまく塗れたんですが、動画が残っていなかったので、もしまた違う物件でフローリング塗装をする際は、ぜひね、動画にしていきたいと思います。こちらは6畳の洋室なので、182センチのクッションフロア1枚では貼れないんですね。なので、真ん中で合わせ切りをして施工していく予定です。こちらですね、ボンドがもうギリギリの量でやってまして、最後ね、足りなくなってしまったので、木工用ボンドで貼り付けてますが、ギリギリの材料で作業してはダメですね。材料は余裕を持って作業することをお勧めいたします。こちら完成ですね。私ね、この白のクッションフロア好きなんですよね。汚れは目立ちやすいらしいですが、ホコリは目立たないんですよね。この辺りが合わせ切りをした場所ですね。パッと見はほとんどわかりませんね。今指で刺してるあたりが切った部分ですね。木目の板の幅が違和感がないぐらいで継ぐといいと思います。この後トイレの取り付けをしたんですが、動画の容量がいっぱいでうまく撮れてなかったんですよね。こちらは汲み取り式の物件でして、汚れていた換気水栓を交換するという工事を行いました。次回の物件ではですね、和式トイレを洋式に交換していく予定なので、そちらをぜひお楽しみに。さて続いては洗面所ですね。こちらも壁紙とクッションフロアが終わりましたので、洗面化粧台を取り付けていきます。こちらの物件はですね、もともと洗面化粧台に給湯配管が取り付いてなかったので、かけおっぽりで引っ張ってきて取り付けようかなと思っていたところ、プロパンガス屋さんが接続までしますよということで、給湯配管は後でつなげてもらいました。こちらはリクシルの75センチタイプの洗面化粧台なのですが、もう何度か取り付けているので、ほとんど施工手順は覚えてしまいましたね。給水と排水の位置が悪いと少し動かす必要があるものの、施工説明書がすごく丁寧なので、手順通り組み立てるだけですね。結構簡単なので DIY はおすすめですね。最初に物件を直した時に適当な洗面化粧台をつけようとしていたら、妻にですね、女の気持ちが分かっていないということで、必ず鏡がついていて電気がついている明るいタイプのものを選んでいますね。やはりご夫婦で内見される場合に決定権があるのは奥さんの場合が多いですよね。こういった規格タイプの洗面化粧台は60センチと75センチがあるんですが、ほとんど価格が変わらないですね。2、3000円の差なので、寸法的に入るようなら75センチサイズをお勧めいたします。やはり大きい方が使いやすいですよね。内見の時に奥さんこれ使いやすいですよとセールスすることもできるのでおすすめです。さあ、内装のリフォームは全て完了したので、あとは外構の工事ですね。こちらを最後にやっていきます。まずはですね、こちらのフェンスですね。謎の柵なんですが、こちらは大型犬を飼うためのケージだったみたいですね。ワンちゃんって日向で飼えるんですかね。ちょっとわかんないんですけど。あとこちらのフェンスですね。こちらもグラグラになってしまっているので取り外していこうと思います。ギリギリこちらの敷地のものなんですよね。
このケージとフェンスは取り外して売りに行くとお金に変わります。この工事をしている段階で内装の工事は完了していて、写真を撮って賃貸募集をしていたんですが、内見が入りまして、もうね、家子さんは決まってるんですよね。内見は私も一緒に立ち会って、引き渡しの日が決まっている感じですね。嬉しい意味でケツに火がついたということで、あと1週間で物件を完成する必要があるんですよね。なので結構頑張っております。リフォームで出た釘などのゴミも少し混ざっていますが、これだけの量でなんとこのお値段になるんですね。参拝はお金を払って捨てなければならないのに、逆にお金がもらえるって素敵ですよね。外交工事でやることは残すところあと2つですね。お次はこちらです。テラス屋根の波板を交換していきます。もうこの波板はですね、ボロボロになっていて、手でこんな感じで剥がれてしまうほど加水分解してるんですよね。こちらの素材を交換したことはなかったので、このフックのようなものを何個か抜いてみて構造を見ました。こちらはですね、アルミの柱に取り付くワンタッチフックという留め具みたいで、差し込んだ後90度ひねると固定できるっていう便利なフックですよね。これは思ったより早く直せそうな雰囲気ですよね。そんな期待を胸にこのフックを持ってホームセンターに行きました。1500円ぐらいで売ってましたね。というわけで早速解体作業を進めていきます。この日はですね、とても暑かったので半袖で作業していたんですが、後ほど後悔することになります。というのもですね、この解体した波板はグラスファイバー製で、ガラス繊維が腕に大量に突き刺さっていました。夜シャワーを浴びた時に絶望しましたね。皆さんは帽子と長袖を着て作業してください。というわけでホームセンターで仕入れてきました。6尺のポリカ波板がセールで1枚1000円でしたね。ラッキーです。こちらの施工手順なんですが、一応ルールがあるみたいで、波板同士を重ねる際は 2.5 山分重ねる必要があるみたいですね。場所が決まったら穴を開けて、そちらに先ほどのワンタッチフックを差し込んで90度回すだけで固定できますね。すごく便利なアイテムですね。ですが画角が悪く映っていないのをお詫びいたします。バッチリということで、どんどん波板を重ねて貼っていきます。後ほど調べて分かったんですが、もともと貼ってあった波板はガラスネット入りエンビータというものらしいですね。耐用年数は5年なので結構短いですよね。今回取り付けるポリカーボネートは10年ということで、もともと付いていたものより倍ぐらい持つんですよね。値段も少しだけ高いぐらいなので、こちらを選択しましたね。動画のところどころで脚立のてっぺんに乗ってますね。これは危ないので皆さんは真似しないようにしてくださいね。というわけで完成がこちらです。これで安心して洗濯物を干せますよね。外交の工事最後にしてメインの工事であるこちら、男のロマン抜根作業ですね。入居希望者が畑が欲しいということで、この木が邪魔になってしまうので、早速こちらをね抜いていこうと思います。今回の抜根作業活躍するのはこちらですね。単管パイプと三角ヘッドを組み合わせた抜根タワーということで、こちらをまずは立てていきます。こちらはですね、一応足に埋まり止めみたいなものがついてはいるんですが、それでもね、土に埋まっていってしまうので、なるべく硬いものの上に置いた方がいいですね。土の上の場合だとブロックなんかを置くといいと思います。お次はこちらですね。抜根タワーに取り付けるのはレバーホイストという工具ですね。こちらはですね、チェーンがついていまして、このレバーを動かすとどんどんチェーンを巻き上げてくれるっていう、万力みたいな工具ですね。無事レバーホイストを取り付けたら、今度はですね、抜きたい木の周りにワイヤーを通していきます。このワイヤーが引っ張り上げられて木が抜けるっていう仕組みですね。
ワイヤーの輪っかをレバーホイストのフックにしっかり固定したら、あとは巻き上げていく作業ですね。最初は負荷がないのでレバーを使わずに巻き上げていくことができますね。だんだん重くなってくるんですね。張りが出てきましたね。そうしたらですね、このレバーを上下に動かしてどんどん木を持ち上げていきます。ここから先は力作業ですね。バッコン作業はこのレバーホイスト以外にチェーンブロックという工具で行うこともできますよね。私は使ったことがないので、どのような使い心地かぜひ教えてほしいですね。余談ですが、ビットコインとかに使われているブロックチェーン技術というのを最初見たときに、私はこのバッコンに使う道具のことをイメージしてしまいましたね。こんな感じでひたすらレバーを動かして木を持ち上げていきます。問題なく負荷がかかっていたらだんだん木がね持ち上がってくるんですね。ちょっと盛り上がってきてるのが分かりますよね。おっと、ここでですね、後ろ側の足が土に埋まっていってしまいました。これは失敗ですね。このままだとひたすら後ろの足が土に埋まっていくだけなので、一度緩めてこの後ろの足の下に硬いブロックを置いて再びレバーホイストで持ち上げていきます。おー、持ち上がってきたぞっていう感じでね、私このバッコン作業が好きなんですよね。なんか謎の達成感があって、大きな根が地中から出てくると取ったぞーという気持ちになりますね。抜けそうで抜けない。上の木に比べて根っこは信じられないとこまで伸びていたりするんですよね。今バッコンタワーをかけたところに太い根があって、そこを無理やりパワーで持ち上げていますね。だいぶ木が動いてきました。もうすぐで抜けそうですね。そしたらあとは力技ですね。細かい根を切ったりしてえいやということで、抜けましたね。なんとか倒すことができました。この後楽しくなってしまってですね、おかわりでもう一本抜いてしまいました。こちらの木は一撃で抜けましたね。レバーホイスト最強ですね。バルス。簡単に整地して畑ができました。こちらですね。広いですね。ちなみに入居希望者はお花とネギを植えるそうです。さあ、バッコンも終わったし帰ろうかと思っていたところ、まだ一つ工事が残っていましたね。こちらですね。バルコニーの雨漏り補修が終わった後、シートを貼る予定だったのを忘れていましたね。こちらを作業していきます。こちらはお風呂で使った NS シートですね。本来はこういった共用部やマンションの廊下みたいなところに使うシートなので、ここに使うのは問題ないと思いますね。コーキングで貼り付けをしていきます。下に水が入らないように貼り付けが終わった後、シートの周りにコーキングをして、またこのドレンの周りもしっかりコーキングをして水が入らないようにしたら完成ですね。手すりも綺麗になって安心して眺めが楽しめますね。というわけでありがとうございました。こちらでですね、70万円戸建ての工事が全て完了したので、道具を全て積んで次の物件に搬入します。最後に物件の修繕にかかった費用ですね。外構工事とベランダの雨漏り修復で2万円ぐらいかかりましたね。こちらのリビングはですね、雨漏りがひどかったので内装のやり直しと、奥の和室も施工して合計で4万円ぐらいですね。次にお風呂ですが、こちらをですねパネル工法で修繕を行いました。アルミ複合板を使って床には NS シートを敷きましたね。こちらがだいたい4万円弱ですね。お次はキッチンですね。こちらはキッチンは綺麗だったので天板を少し磨いたぐらいですね。換気扇の交換とアルミ複合板を貼ったぐらいですね。それに内装を足して1万5000円ぐらいですね。続いて洗面所ですね。こちらは洗濯機の排水周りを少しいじったのと、あと内装と洗面化粧台は新調ですね。費用の合計が4万円です。最後にトイレですね。こちらは簡易水栓を交換して、あとは内装工事ですねを行いました。実はトイレが一番費用がかかっていまして、こちらは6万円かかりましたね。この他動画に映ってない部分も合わせるとだいたい25万円でこの物件を修繕できましたね。かかった期間は2ヶ月ぐらいですね。DIY ですとこのように安く直せることができて利回りが出せるので、ご興味のある方はぜひボロ戸建て投資チャレンジしてみてください。一人で気ままに DIY 作業して不動産投資で儲けましょう。
ではまた。